こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。いつも応援ありがとうございます。今日はカナダ支部のナスリンさんと一緒に対談動画撮りたいと思います。ナスリンさん。はい、よろしくお願いします。はい、ナスリンさんはカナダのトロントから。で、私は日本の大阪から今、ズームでつながってこの動画を撮ってます。私はね、間もなく真夜中になりそう。夜中12時近い。わー、遅くまで。全然私、夜更かし大好きだから、遅いのは全然問題なくて、むしろ夜中になると盛り上がる感じ。ナスリンさんの方、もうすぐ朝10時ですね。はい、そうです。はい。じゃあね、早速ね、質問結構たくさんいただいたのを私読み上げてみますね。一つ目はね、ナスリンさんへの質問です。名指しですよ。高塚さんから。ナスリンさん、師範、指導者を目指された理由、そして慣れるまでどんな努力をされましたか？わー、ありがとうございます。実はですね、これ動画作っちゃったんですよ。理由に関しては。おー。だから、理由は動画を見てもらっちゃっていいかな。なんかね、いい検討ですね、それまた。でも、ちょっと付け足すと、努力に関して言うとですね、私が覚えてるのは小学校6年生の担任の先生だったと思うんですけども、その先生が言ってたのは、自分が教えるとなると、人に伝えられる知識っていうのは、その自分の持っている知識の本当に何分の1しか人には伝えられないから、それが頭にあるので、努力としては常に自分の知識を増やして、知識を深めて、理解を深めることによって、私は他の人にもたくさんの知識を伝えられることができるかな、なんて思ってます。おー。ナスリンさんって日本生まれは日本じゃないの？日本生まれです。日本生まれです。日本で15歳ぐらいまでいたんだよね。そうですね。中学校1年生まで。はい。1年生までか。じゃあ13歳、12、13歳ぐらい。はい。13歳の時に、インドの寄宿の学校に入って。はい。そっか。じゃあそれまで兵庫県の芦屋で育ったんだよね。そうなんです。で、同じ先生が一期一会っていうのも教えてくれて、それもずっと忘れられないでいます。すごいね、その小学校6年生の覚えてるっていうのがね。そう、すごいいい経験でした。そっかそっか。じゃあ自分が人に何か教えるときは何分の1しか伝えられんから何倍も、一生懸命勉強する必要があるよみたいなことと、一期一会。それはちょっと礼儀からそれるけどさ、どんなことを教わりました？ 6 年生の時ってそんな一期一会なんて深くわからないじゃないですか。でもそれがなんかカナダに、トロントに住むようになってから、他の日本人の方がまた一期一会っていうのを出してきたり、日本語好きな人たちがその一期一会の話をしだしたりして、わあ、これやっぱりすごい日本の精神だなって思いましたっていうのは、ね、一回、で、礼儀とも関係してると思うんですよ。話飛んじゃいますけど、本当に今の話だから、あなたと会う、その一回一回が最後だったり、私英語で覚えてるんで、日本語でちゃんと伝えられない。いや、伝えてる。バッチリ。バッチリ。なので、本当にそういうことを、本当にあなたとの出会いを一回一回大切にするっていうのは本当に大事なことだなって思います。で、礼儀をやり始めたからこそ、なんかその一期一会っていう意味の深さもうまく理解できたような気がします。はい。これはみんなすごい聞いててよかったって思うんじゃないかな。そっか。私もちょっと霊気と話それるけど、霊気ってね、そのヒーリングを超えて、うちの教会は生き方とか、人生をさらに自分らしく向上させていくっていう、そこを目的で、みんなに取り組んでもらいたいなと思ってるんで、そういう目線からちょっと聞いてほしいんだけど、私25歳の時に重い病気をしてさ、で、その時、運ばれた大きい西洋医学の病院で、もう治療法もないし、
手遅れだから、もうあなた助かりませんって言われて、で、余命半年ですって言われてしまって、覚悟してください。そっからね、死ぬんだなっていうことをすごい身近に感じるようになったのね、リアルに。でそれまでって、25歳ぐらいって20代ってさ、いつか寿命が終わるって思ってるけど、全然リアル感がないっていうかさ、それは遥か先のことでぼんやりしてて、今リアルに死を感じるってなかなか体験的にないっていうかさ、それが、うわ、あと半年なんだってめっちゃ意識するようになって、そしたらね、やっぱ私は結局東洋医学の病院に通院したりとかね、こう、タクシーで、通って、西洋医学の病院入院しても助からんって言われたからね、入院しなかったんだよね。だけども、やっぱそうやってね、3年間、結局闘病して奇跡的に助かったけど、3年間の間にやっぱお友達ができるんですよ。その、通院先で。だけど、そこでできた友達ってやっぱ重い病気なわけよ。で、助からないって言われてる病気だったりして、本当に自分自身も、あと半年って言われたけど、半年持たないかもしんないしさ、それでね、すごいね、一期一会を感じるようになったのよね。わお。そうそうそう。だから、病院から帰るとき、またねって言って別れるけど、そう、次があるとはもう全然思ってないわけよ。これが最後かもなって心の中で思いながら、またねって挨拶するようになってさ。でそれが、結局28で奇跡的に助かって元気になったじゃんっていう自分がいてさ。で、そっからいろんなことを、また仕事復帰したりやっていくんだけど、すごい私の人生を変える役に立ってくれた。だから例えばほら、自信ないことをさ、人から頼まれたりすることあるじゃない。例えば私の場合だったら、会社経営に関することをそのテーマで人前で喋ってください、みたいな。でも、そこに集まる人は私より年上の男の経営者の人ばっかりで、年上の人でうちより大きい会社やってる人に、私ごときが何を喋るんだ、みたいな。で、頼まれたけど、うわうわーってなって、いや、もっとうちの会社が立派になってから喋ろうとかさ、もっと喋るの上手くなってからとか思って断りそうになるんだけど、その一期一会の感覚がすごくリアルになってたもんだから、なんとかな、元気になったけど、相変わらず人生はいつ終わるかわからんっていう方がリアルで、だから、自信なくても、やるかやらないかの時に、やりますって言うようになったのよね。で、それまではさ、結構人見知りで、引っ込み思案で、もう自信ないからいいです、いいです、できませんとかよく言ってたんだよね。ナスリンさんも割と人見知りだよね。うちら二人とも人見知り。私もなんか考えたら同じような、これはまだインドにいた頃の話なんですけど、翻訳の仕事が入ってきて、あれなんて言うんでしたっけ？なんか、ごめんなさい、今忘れちゃったんだけど、法律までとはいかないんですけども、特許だ。なんか特許の、特許の説明のなんかを、英語で訳してって言われて、でもそんな特許なんてね、日本語全然わからないから、こんなの私無理だって思ってたんだけど、考えてみたらその時はそのインドの小さな町で、いたんで、そんなところで他にね、こんな通訳翻訳できる人いないだろう。やるんだったら私よりも、ひどい翻訳になるんだから、ね、私ほど日本に住んでて日本語わかる人はここにはいないんだから、やれって自分で言って、やり始めたんですよね。自分に言ったんだ。はい。そしたらやっぱりやって。そう。最初はね、難しいから、やるの嫌だったんだけど、他の人にね、お金払ってやるんだったら私がお金もらう方がいいんだから、ナスリンやれって。自分で自分にね、ナスリンやれって。そうですよね。そういうことがね、すごいなってくれて。そうなんだよね。なんかほら、勇気出さないといけない場面って時々出てくるやん。で、勇気出さないで、いいです、私なんてっていう方が楽やん。でも、えいって勇気出したら、本当にそっから人生って
さらに面白い方に変わっていったなって、すごい思ってんのよ。はい。YouTube だってそうですよね、ヨコさん。ああ、そうだね。YouTube ね。うん。私の人生上一番苦手なことだな。うん。人前で喋るとかも、話すのが本当できない子供だったからさ。うん。なんか大きい大人数のパーティーとかも未だにすごい苦手だし。でも見てる人全然そんなのわかんないですよね。そうかな。うん。でもナスリンさんも結構勇気出す場面いろいろあったでしょ？まあ、トロント行ったのも、えいって感じだったかもしれないし、まあ、ご主人と出会った時とかさ。そうですね。多分ね、一番こう覚えてるのは、その礼儀を習う前に、ちょっと人生がこうね、下り坂になってた時に、そのままほっぽってたら本当にどこまでね、なんか何もできなくなってたと思うんだけど、その時にどっかでこう意識があって、人に助けを求めなきゃいけないって分かったから、母親に電話して助けてって言ったんですよ。それがすごい良かった。一人でね、いくら悩んでて、いくら何とかしようとしてもできない時はあるから、やっぱりそういう時は頑張って勇気を出して助けてって言うべきだと思う。そうですね。助けてって言うのってめっちゃ勇気いるもんね。だってさ、嫌だって言われたらすごいショックだもんね。でも言わない。傷つくしね。言わない。あなたが助けを求める人は絶対嫌って言わない。あとそうだね、霊気やっててね、受講生さんからよく言ってもらえるのは、人に遠隔ヒーリングもまあ直接的なヒーリングもそうだけど、人のために、やってあげれることができるようになった自分が嬉しいっていう、それも結構ね、言う人は多い。例えば家族が重い病気とか、もう寝たきりになっちゃってるとか、あと入院しちゃって、なかなか退院の見込みがないっていうような時に、自分のね、ヒーリングで、必ずしもその人が回復するとはわからないけれども、何もやることがなくて無力な自分を感じながら、ただただ心配している。それしかできなかったのに、今はその人の幸せのために遠隔ヒーリングがやれる。そのやれる自分がすごい救われているっていう人も、その声も多いかな。はい。それで思い出しましたけど、最近の受講生の方で一人、がんの治療を受けてるから、霊気を習えば、それがヒーリングになるかなって言って習い始めたんですけども、今は自分がすごい、霊気のおかげで効果があって、精神的にもすごくこう穏やかになれてるんで、私は今度は同じように病気を癌で患って治療を受けてる人に霊気を教えて、霊気をやってあげたいわって言って。ああ、すごい嬉しいね。いつかさ、ボストンに取材に行った時にさ、ナスリンさんと一緒に行った回じゃなくて、ナスリンさんいなかった時かもしれないけどね、ボストンでね、手術室、もう救急の交通事故とか、ひどい状態の外科手術のね、手術室の看護師さんにインタビューしたような気がする。その時に、霊気は絶対使いますって言ってたんだけども、成功確率が低い手術の時に、その人に自分自身はもう病院がもう率先して霊気を使ってる病院だったんで、霊気ヒーリングをやってあげながら、その人に大丈夫ですよみたいなことを言ってたら、本当に霊気を使い出したらみるみるうちに、その恐怖でヒーってなってる意識ある人ね、恐怖でグーってなってる人の顔が、すごい短時間で穏やかになっていって、で、血圧なんかもこう、若干安定気味になっていってね。んで、そのまんま手術室に送るって言ってたんだけど、やっぱお医者さんもね、外科手術もすごくやりやすいんだって、そういう風にしてもらってから手術に来られると。だからすごい霊気の効果を感じてますって言ってましたね。すごい。そうなの。そこの病院のお医者さんたちはみんな私がなんで霊気を取り入れてるんですかって聞いたら、はぁっていう顔で、そんなん効果が高いに決まってますよ、そんなん。理由なんてそれ以外ないでしょって。まあ病院だからね、やっぱヒーリング。
治療がうまくいくことが良しとする価値観なんで、そのためにすごく効果があるって力強くおっしゃってましたね。ちなみにそこの病院はアメリカ1位の病院だったので、政治家の方や世界各国の芸能人の方や、いろんな人が入院しに来るって言ってましたね。全患者さんに霊気使ってるって言ってましたよ。わお。そこにいるお医者さん、レントゲン技師、看護師さんなどの医療従事者、国家資格を持ってる人の、89人って言ったように思うけど、霊気使えるって言ってました。霊気マスターの資格がある。それがなんかどんどんもっともっと増えれば、どんだけいいか。本当にホリスティック医療ですよね。その人たちは西洋医学のプロであり、で、東洋医学も使いこなすっていう、両方でいくっていうね。もちろんハーブとか、場合によってはホメオパシーとかね。そういうのも必要によって使うって言ってましたね。結果として霊気はすごいんだよ。そうだね。はい。ちょっと長くなったから、次の人の質問読み上げて答えて、それで一旦ちょっとこの回は終わりにしようと思います。じゃあちょっと読み上げます。はい。京子さんから。辻さんもナスリンさんもご自身のためにしているヒーリングとか技法はどんなことされてますか？あと食事にも興味あります。朝ごはんなど、あとお水とか。よかったらお願いします。っていうことですけど、ちょっとナスリンさんから。私はですね、子供が生まれてから楽になったんですよ、霊気するの。っていうのは、子供に手を当てるときにいつも霊気とつながって、子供にこう手当てをするって感覚でいつも子供を触ってたんで、そうすると霊気ってやっぱり自分に最初に言ってから相手に行くわけだから、それが一番簡単で、いつも霊気とつながっていられてやってる技法じゃないですけど、それをやり始めたから、私は自分の霊気がなんかすごいダダダダダって大きくなった気がします。なるほど。はい。ちびちゃん2人いるけど、やってあげたときどんな感じですか？最初はですね、赤ちゃんの、ほら、子供って赤ちゃんの頃寝かしつけの時に、2人とも私に手を当ててって言ってたんですね。で、霊気とつながって手を当てると、女の子の方は喜んで、そのまま手を置いてって言ってたんだけど、男の子は霊気の手嫌だって言って、払いのけて。はい。だったんだけど、どんどんやっているうちに2人とも、もう今は霊気の手がすごい好きで、本当につながってただ単に手を置くだけって感じですね。それが質問だったかな。そっか。そっか。じゃあ、ナスリンさんはそんな感じでセルフヒーリングとか、ちびちゃんへのヒーリング、そんな感じで使ってるってことですね。はい。私はさっきもちらっと言ったけども、遠隔ヒーリングを一番よくやってるんですよ。で、それ以外はね、呼吸法も、上心呼吸法が好きで、発令法全部をきっちりやるっていうのは案外やってないんだけど、上心呼吸法だけやってること多いです。ただし、私の場合は、かなり忙しく日々動いてるんで、やってる時間はめっちゃ短いし、お昼、自分で私料理しないから、めっちゃ料理下手だからさ、近所に食べに行くんだけど、注文してから出てくるまでの、大阪は出てくるの早いから5分ぐらいかな。4、5分の間にこっそり呼吸法やったりとか、あと電車で移動するとき、立ったまま霊気とイメージでつながって、もうね、こうやって初心者じゃないんで、こうやって手を上げなくてもいけるやん。なんで、つり革持ちながら立ったまま、上心呼吸法的なことをやってますね。かなりいい。それすごい、間に入れられてすごいいいですね。そう。で、あと遠隔ヒーリングもめっちゃ時間短いですよ、私。1分とか。それで、ようこさんが喋ってる時に思い出したんだけど、お母さんたち、子供の寝かしつける時に、1年ぐらい前に私はこうパッとひらめいたのは、子供たちと寝る時に自己ヒーリングをやればいいんだ。瞑想用のベルが鳴る音楽をつけて、じゃあ、はい、息を吸って、今から霊気とつながって吐いて、はい、じゃあまずでチーンってベルが鳴って、はい、まず目
言って3分ずつぐらいなんだけど、そうやって一緒にやると、耳ぐらいのところで男の子はもう寝ている。で、喉、胸ぐらいのところで女の子も寝ているということなので、霊気実践者のお母さんはぜひ、寝かしつけにそれ一緒にやってみてください。じゃあ私も寝かしつけで、もし聞いてくださってる方で苦労してる人がいたら1個。上級で学ぶ、最後のシンボルですね。第4シンボル。あれをね、このちびっこの額のあたりに書いてみてほしい。で、書いた後、しばらく手をかざすと、私子供いないからさ、よそんちの子だけど、カッて寝ますね。なかなか我ながらいい感じ。動物でもいけるかも。ちょっとペット飼ってる人も面白がってやってみてほしい。額に第4シンボル。で、しばらく手をかざす。ナスリンさんもぜひやってみて。女の子の方に。はい。女の子、全然寝かしつけ、寝るのが嫌な子なので、全然短いんですよね、寝る時間。なので、ぜひやってみます。はい、やってみてください。じゃあ、ひとまず今回のこの動画はここで終わりにしましょう。はい。はい。最後まで見てくださった方、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたです。ナスリンさんありがとう。ありがとうございます。さようなら。さようなら。OK! 2本作れましたね。はい。これもなかなか良かったと思うな。めっちゃ良かったと思う。はい。お水なんか飲んで、まだいけそうだったら行きたいけど、もうしんどくなったらしんどいって言ってね。いや、大丈夫です。